This Japanese planner is insanely complicated, but it's also one of the most popular planners we carry on JetPens. This is a deep dive into the Kokuyo Jibun Techo. The planner comes in two formats, a weekly vertical layout and a daily vertical layout. Both versions have a 24-hour timeline that'll keep you organized down to the hour, and each spread is packed with sections for tracking the weather, your mood, and more. We sat down with Sakuma-san, who came up with the original concept for the Kokuyo Jibun Techo by creating a bespoke personal planner. 私の名前は佐久間秀明と言いまして、自分手帳の制作者です。At first, Sakuma-san printed out the Jibun Techo himself to use personally. Then, after some challenges with self-publishing, he reached out to Kokuyo, a leading Japanese stationery company with a 120-year history. Kokuyo has always believed in helping people express themselves through stationery, so they were excited to partner with Sakuma-san to bring the Jibun Techo to life. 手帳のフォーマットにはホリゾンタルとバーチカルと2種類あると思うんですけれども、やっぱり人間の目線って上から下へ流れていくですとか、テレビの番組表も上から下へ流れていくっていうので、僕からしたらバーチカルが一番自然なレイアウトだなと思いました。普通の手帳ってだいたい8時から22、3時ぐらいで終わってしまうんですけれども、そもそも僕自体が夜中まで働いてもう朝まで起きてるみたいな、そういう風な生活してたんで、普通の手帳には収まりきれない生き方してたんで、僕からしたら仕事のためだけに書く手帳っていうよりかは人生のために書く手帳が必要だなと思って24時間のレイアウトにしたんですね。でその中でも何を書いているのかわからない人がいると思うんで、とりあえず1週間だけやってみてくださいっていうのをお勧めしてますね。手帳ってなると1年間ってやるので、この1年間やんなきゃいけないんだってやっぱりプレッシャーになってしまうんで、まずは1週間やってみる。とりあえず何でもいいです。寝て起きた、まず睡眠時間を記録してみるとか、3食食べたものとか、もう誰もが毎日のようにやるような行動を記録してみる。でそれを1週間やってみると、意外に自分の立ち位置というか現在地が分かりやすいんですよね。この自分手帳っていうのは僕の人生において必要なコンテンツを収める器みたいなものなんで、それを必要がなければそのページは使う必要はないかなと。なんといってもやっぱりあなたの人生ですし、あなたの手帳ですので、本当に自由に使っていただけたらなと思っています。あとそうですね、よくスカスカになるのが怖いみたいなことをね言われる方いらっしゃるんですけれども、そのスカスカっていうのをもうちょっとポジティブに考えていただいて、その分手帳に書く時間がなかったぐらい忙しかったんだ、充実してたんだと思ってた方がいいじゃないですか。手帳に書くのが目的にはなってはいけないかなと思ってて、一番簡単なのは完璧を求めないっていうところですね。完璧にやろうとしてしまえばなるほど緊張してしまって、本来自分がやるべきこととか目指すことに到達しないんで、もう全然スカスカでいいかなと思ってます。はい。1日1ページ手帳って基本的に真っ白な紙に日付と時間軸があるだけだったら、他の手帳でいいじゃんって思ったんですね。事務手帳って情報の置き場所をきちんと整理整頓して、それをデザインに入れることによって初めて見た人でも使いやすくするみたいな、そういうのがあるので、じゃあ1日1ページの自分手帳らしいものって何なんだろうって考えた時に、きちんと場所を作ってあげるっていうことだと思ったんですね。でその時に真ん中の時間軸を思いつきました。ここ真ん中に時間軸を入れることによって、右と左に情報を書き分けることができることで、初めての人でもすごい使いやすいレイアウトなんじゃないのかなと思いました。スタンダードには新ペーパーで、ビズにはミオペーパーということなんですけれども、やはりそれぞれ手帳の使い方、求めるものが変わってくるので、紙も特性を変えていこうかなと思いました。デイズですとかスタンダードに関しては、とにかく手帳にいろいろ書きたいとか、なんならいろいろ貼りたいとかっていうお客さんもいらっしゃるんで、そういった使い方をちゃんと受け止めてくれるような紙っていうものを考えたんですね。でそれはまずは薄いこと。薄い手帳であればあるほどいろいろシールを貼ってもそんなに膨らみませんので、そういうふうな新ペーパーはすごくいいかなと思っております。であとは万年筆とかいろんなペンで書いても裏写りがしづらいっていうのは新ペーパーの特徴ですので、スタンダードですとかデイズに使う意味があるかなと思っています。正直僕はどんなペンでも書ければいいっていう風なスタンスです。ただやはり書くにはかすれてしまったりですとか、薄すぎて読めないとかはやっぱ嫌なので、絶対にかすれないタイプのペンはやはり
たくさん常備しているようにしてます。で、特に僕が好きなのはこのジュースアップ、あとこのエナージェルサラサドライ、これはもう僕の中では鉄板ですね。仕事って結構スケジュールがコロコロと変わってしまうので、やはりペンはフリクションになってしまうんですね。でフリクションになった時にミオペーパーは本当にしっかりとした厚みのある張りのあるコシのある紙ですので、どんなにフリクションでこすってもへこたれないっていうのがミオの特徴なんですね。だからビズにはミオペーパーがいいかなと思ってます。はい、であとは基本的に僕は青ペンのみです。で時々ちょっとレイヤーを変えたいなって時は赤ペンをやるっていう風な感じですね。蛍光ペンに関してはオプテックスというペンを使ってます。仕事の時間だとかプライベートの時間とか食事とかっていうところにあえてマーカーで線を引くっていうところでパッと見てすぐ分かるような、これ発色がいいのですごくいいなと。もちろんコクヨさんのペンもとてもいいですよ、マーカーも。はい、今までは自分手帳のこのウィークリー使っていた、今でも使ってはいるんですけども、ここに全てを入れてたんですけれども、結婚して子供ができて、もう今は3人なんですよ、子供が。でその状態を情報をここに書くのはほぼ不可能だなということで、子供が生まれたぐらいからやはり1日1ページぐらいのページ量は必要かなと思って自分手帳デイズを作りました。例えば僕なんかは右側に自分のスケジュール、左側に ToDo ですとか家族の予定を書いたりとか、でこちらの縦軸だけではなくて横軸ですね、日付がバーッと3週間分ぐらい書いているんですけども、横軸と縦軸の交差したところがその当日っていう風に見せてるんですね。でこの横軸のところに1週間のところだけ月曜日から日曜日までグレーベタを塗ってます。でページをめくるたんびにそのグレーベタが1日ずつ左にずれていくようになることで、まるでこの1週間のこの手帳のレイアウトのように見えるようにデザインしてるんですね。めちゃめちゃいい。これは1週間が俯瞰できる。もうこれ思いついた時はもう僕天才だなと思ったぐらい、このデザインはちょっと革命なんじゃないのかなと思いました。特許も取ったんですよ。特許取ったんで他社はパクれないってやはり自分手帳のデイズって正直分厚いし圧があるじゃないですか。でこれを見るとこんなに書かなきゃいけないのっていうふうにちょっとプレッシャーになってしまうんですよね。で人によってはもうライトにもう今日だけ使いたいだとか、なんかイベントがあった時だけ書きたいみたいな方もいらっしゃるんで、であれば日付のフリー版デイフリーっていうんですかね、版があってもいいかなと思って僕は正直作りたいです。はい、自分手帳のファンミーティングというのがあって、ある時なんか白い紙に直訴って書いた紙の束持ってこられて、でその中を見てみるともういっぱいこういう風にしてくださいみたいな自分手帳の要望が書かれてる、パタパタパタと折りたたんで見るような。でもちろんその直訴の中でこれすごいなと思ったのは次の年のアップグレードに使わせていただいたりとかもしたんですけれども、そういった熱い自分手帳のファンの方がいらっしゃって、はい、すごい嬉しいですね。あと手帳に何でも貼り付ける方がいるんですよ。デイズって半年ごとに出してたんですけれども、その半年ごとにもう1日のこのページのところに何枚も写真を貼ったりして、もうこんな感じの分厚さになってるんですね。こんな分厚さ、もともとはこれぐらいの厚さなんですけども、これぐらいの分厚さになってる、もうなんか巨大なハンバーガーみたいな感じになってる方がいらっしゃって、すごいな、もうみんなですごいすごいって言ってたんですけども、今年からデイズ単冊になったじゃないですか。あの方はどんな厚さになってるんだろうなっていうのがちょっと気にはなってますね。はい。自分手帳はもともと佐久間個人のマイ手帳、自分手帳として作ってたんですけれども、こうやって国与さんのサポートをいただいて世の中に出ることになって、だんだん自分の手帳というよりも本当に皆さんの手帳になってきたなっていうのを感じます。でそれが年々年を追うごとにいろんな方のご意見をいただいて、どんどん毎年アップグレードさせていただいてるんですね。なので自分手帳っていうものをぜひ皆さんの手帳にしていただけたらなと思います。本当に今日どうもありがとうございました。Special thanks to Sakuma-san for filming with us. We hope you enjoyed this deep dive into the Jibun Techo. As you have seen, Kokuyo and Sakuma-san are still dedicated to improving it every single day. You can get this amazing planner at jetpens.com. Thanks for watching.